世界の現代アート巡り。私たちは世界の現代アートを巡る旅をしています。今回は瀬戸内国際芸術祭春会期に行ってきます。おはようございます。瀬戸芸4日目です。今日で瀬戸内国際芸術祭春会期のアート巡りは最終日です。最終日の今日は小木島と女木島に行きたいと思います。チケットセンターに到着です。今日は港の右側のチケットセンターでチケットを購入します。ここでは小豆島や直島行きの高速船のチケットも購入できます。チケットは片道510円でした。今日は平日なので並ぶことなくすぐ買えました。高松港からのフェリーは8時発、2時間おきに出ています。出港時間の15分前から乗船開始、メオン号に乗り込みます。一見小さそうに見えますが、車や自転車の乗り入れも可能です。定員は280名らしいです。8時ちょうど無事出港しました。後ろから小豆島行きのフェリーが追いかけてきます。同じフェリーですが、やはり大型フェリーは早いですね。あっという間に沖の方に行きました。本日の天候は曇り時々晴れ。現在の気温は15度くらいです。高松港から約40分、小木島に到着です。ちなみに7割ぐらいの人が女木島で降りていきました。小木島のマップです。面積 1.34 平方キロメートル、人口約160人の小さな島です。漁師の島とも言われており、タコ料理が一番人気みたいです。島に上陸すると、まず目に飛び込んでくるのがこちらのフェリー待合所。もちろん作品の一つです。フェリー待合所に瀬戸芸インフォメーションもありました。そちらでパンフレットをゲット。小木島の瀬戸芸作品は9時半からスタートということで、常時鑑賞可能な作品を先に見ておこうと思います。小木島の石垣のある風景を楽しみながら常設作品に向かっています。港から歩いて15分ほど作品が見えてきました。皆さんはどこにあるかわかりますか？ここまで近づくと見えてきますね。対岸の島々と景色をマッチしているこちらの作品です。海辺に佇むこちらの作品はノアの箱舟をモチーフに作られた歩く箱舟です。ノアの箱舟とは旧約聖書創世記に登場する物語です。人間たちが暴力と悪に満ちていた地上に神は怒り、洪水を起こし地上を一掃することを決意します。そんな中、ただ一人正しく生きていたノアという人物に神は巨大な船を作り、彼の家族とすべての動物のオスとメスを乗せるように命じました。その後、大きな洪水が起き、地上のすべてが沈んでしまいますが、船に乗ったノアたちは助かります。水が引き、砲船は山頂に着陸し、ノアたちはそこから新しい世界を始めます。神は二度と人類を滅ぼさないと誓い、その印として空に虹をかけました。災いから逃れ、未来へと希望を運ぶといった物語が感じられ、見る人に静かな感動を与えてくれます。港までの帰り道に作品があります。まだ9時半前ですが、準備ができたから入っていいよとのことなので、中の作品を見に行きます。今期の新作、エミリー・ファイフの作品、私たちの島です。小木島をテーマにしたこの作品は、島の伝統的な車織り、シジラ織り、リサイクルされた服や布など、たくさんの藍色の生地が使われています。実はこの生地すべて、小木島の住民から集めたそうです。160人という人口に魅力を感じた作者は、住民全員が関わるプロジェクトとして、この作品を作り上げました。小木島の形をしたこの作品、近くで見ても遠くで見てもかなり迫力のある作品でした。小木島の日常生活では欠かせない音場がありました。さて次は漁港近くにある古民家を活用したアート作品に向かいます。村山五郎さんの作品、生成するドローイングです。築90年超の古民家全体をキャンパスにして1階と2階に作品があります。コンピューター科学、情報理論で使われるセルフオートマトンの規則を手作業で作成。自律的にパターンを生成していく過程そのものを作品化したウォールドローイング作品です。ここから小木島らしい道になっていきます。
細くて迷路のように道が分かれてたりもします。おしゃれな壁画を見ながら歩いていたら、クワト本というお店を見つけました。これは本屋さんなのかな？のれんの下になんとおにぎりを販売してました。おぎ味噌と鮭の塩麹漬けと明太子の3種類。ちょうど小腹が空いていたので助かりました。結構悩みましたが、鮭の塩麹漬けを選びました。値段は250円でした。ちなみにこの壁画も作品の一つです。島で集めた廃材や配線の木板に島の風景や植物のシルエットを鮮やかな原色でペイント。それらを島民宅の外壁に取り付けています。さらに奥へ進んでいきます。道に迷わないよう瀬戸芸の案内板も至るところにあるので安心です。小木島の中腹くらいまで登ってくると海が見えてきました。奥にメオン号も見えますね。次の作品はこちらの古民家に展示しているみたいです。早速入場していきます。松井絵里奈さんの作品、夢うつつ未来の私です。松井絵里奈さんは自画像を中心に独自の世界観を展開する現代アーティストです。自画像に架空の生物や少女漫画、古典美術のエッセンスを融合させ、一種のパラレルワールドを描き出します。そして今回は未来の小木島人をテーマに、島の小中学生が描いた自画像を重ね合わせ、誰も見たことのない未来の顔を生み出します。次の作品はこのドリームカフェを抜けた先にあります。このカフェではバーガーやドリンクが売っていました。この古民家の中が作品になっています。川島武史さんとドリームフレンズの作品ドリームランドです。この作品は2022年の瀬戸内国際芸術祭で初めて展示されましたが、今年はリニューアルされていました。作者の川島さんはなんと今年で96歳。戦後の日本が抱えてきた呪縛からの解放をテーマにした作者の代表作がこの古民家で立体化されています。360度どこを見てもカラフルで、まるで絵画の中に入ってしまったような感覚を味わうことができます。次の作品を見に向かっています。小木島は坂道や細い道が多いので、歩きやすい靴で来るのがおすすめです。かわいい。あったかいね。日向ぼっこしてたな、ここで。猫と戯れながら歩いていたらいつの間にかついていました。よーく耳を澄ましてみると何やら音が聞こえてきます。このカーテンの奥に作品があります。あれ？この音はもしかしたら見たことある方もいるのではないでしょうか。この作品は北アルプス国際芸術祭でも登場した松本明則さんの作品アキノリウムです。古民家の1階では柔らかい光に照らされた影絵がゆったりと動いています。そして2階へ上がるとその音の正体を見ることができます。モーターや重力、風の力を使い、竹で作られた楽器が軽やかな音を複雑に連動して奏でます。このアキノリウムを見ている全員が静かにゆったりとした時間を過ごし、耳だけでなく目や心までもほぐしてくれる、そんな作品です。この優しい音に包まれていると時間の経過を忘れてしまい、ついゆっくりしすぎてしまいます。皆さんもぜひ時間に余裕を持ってゆっくりと音に包まれる感覚を楽しんでください。続いての作品はアキノリウムから少し登ったところにあるこちらの古民家が舞台です。この古民家も築100年以上経ってるみたいです。では早速入場します。こちらの作品は大岩オスカールさんの部屋の中の部屋です。部屋に入ると90度回転した6畳の和室が広がっています。魂絵みたいなこの部屋は人が映ることでより一層異空間が強まります。また奥の襖には瀬戸内をテーマとして海を渡るメオン号と大きなタコも描かれています。
朝、おにぎり屋さんの近くでも見た真壁陸二さんの壁画プロジェクト、ここでも発見。この迷路のような住宅街に3カ所見つけました。次の作品に到着です。豊玉姫神社のすぐ下にある坂茂さんの建築と大岩オスカールさんの作品です。坂茂さんの代表的な建築資材である石棺を使用した建物です。建物は高台に設置されているので、瀬戸内海の雄大な風景をそのまま背景に取り込む作りになっています。また、中には紙でできた丈夫な椅子も設置されていて、実際に座ることもできました。建物の中にある3枚の大きなガラス窓には、大岩オスカールさんのドローイングがあります。タコや魚、船などをペンで描画。ガラスに描かれた海の生物たちが実際の海の景色と重なり合うことで、窓枠を超えた絵そのものの世界を表現しています。時折窓が開き、絵が重なり、一つの大きな作品になるのも驚きです。いつか見てみたいですね、これは。住宅街にある作品はすべて見終えました。これから港の方へ戻ります。港近くにある作品を見に行きます。って思ったんですが、今日はカフェしていなかったので、ダモンテ商会へ。8時半から17時まで営業しているカフェ&ベーカリーです。女木島行きのフェリー乗船時間までまだ余裕があるので少しゆっくりしていきます。メニューはこんな感じです。コーヒーやソフトドリンク以外にもクラフトビールも販売していました。サンドイッチや焼き菓子、自家製チーズケーキなどもあります。テイクアウトも可能です。イートインはなくて、お店の隣にあるテラス席で飲食します。屋根付きなので雨が降っても濡れることはありません。今回ももちろんコーヒーを注文。500円でした。しっかりハンドドリップで入れていただけます。そしてここに来るたびに食べているチーズケーキ、中トロトロで本当に美味しいんです。ごちそうさまでした。乗船時間までまだ20分ほどあるので、港周辺の作品を見に行きます。まずはこちら、チーム男気のタコツボルです。この作品はここ小木島に住む子供たちの遊具になっています。港のすぐ近くなので、子連れの方もフェリーの待ち時間を飽きずに過ごすことができます。伝統的なタコ漁で使用するタコツボをモチーフにしたこの作品は、島の大人たちが子供の成長を願う男気あふれた作品です。絶対可愛いそれ。続いては動画の冒頭にも登場したこの作品、ジャウメプレンサの小木島の魂です。フェリーを降りて一番最初に迎えるこの作品は第1回瀬戸芸から設置されており、住民と訪問者の憩いの場となっています。貝殻のような屋根には日本語、アラビア語、ヘブライ語など様々な文化圏の文字が使われています。時間帯によってこの文字の影や反射の様子が変わっていくのを楽しむことができます。ぼちぼち女木島行きのフェリー乗船時間なのでフェリー乗り場へ。このずんぐりむっくりした形、なんか愛嬌ありますよね。フェリーに乗り込みました。この時間やからか中の席も外の席もガラガラでした。天気も良いので外の席にしました。小木島の全14作品すべて見ることができました。小木島の瀬戸内国際芸術祭はこれで4回目。それもあって3時間以内でサクッと鑑賞できました。人も猫も優しくて何回来てもいい島やなぁと思わせてくれる小木島です。夏会期も時間があれば夏季限定パスポートを買ってまた巡りたいですね。ご視聴ありがとうございます。次回の瀬戸内国際芸術祭は鬼の住む島に静かに潜む現代アート、女木島に行ってきます。このチャンネルは世界の現代美術館の情報を配信しています。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。